はい、皆さんこんにちは。クエスタの大村です。今日は、令和6年度福井県立高校入試大問4の解説をやっていきたいと思います。はい、大問4、いつも通りこれ関数の問題ですけど、今回の、問題のポイントは、問題にその性質の決まった図形が、これ条件として与えられているときは、そこからわかることというのがあるので、そこを手がかりに問題を解いていくというのと、2点を通る直線の式、これの求め方をしっかり覚えているかどうかというのと、グラフの中で問題文に書いてあるこの図形のイメージを具体的に持てるかどうかっていうところがポイントになってきます。はい。では、問題の方を見ていきましょう。はい。大問4。右の図のように関数 y イコール x2 乗のグラフがある。丸1のグラフ上に2点 AB を点 A の x 座標がマイナス3で線分 AB が x 軸と平行となるように取り、さらに2点 CD を四角形 ABCD が正方形となるように取る。こういうのは正方形というのはこれ重要なキーワードですね。正方形っていうだけでこれすべての辺が等しくて直角。対角線が互いの中点で直角に交わる。4つの角が全部90度。いろいろわかることありますんで、こういう性質の決まった図形が出てきたら、これは間違いなく絡んでいると思いましょう。はい。また、y 軸上に点 E021 を取る。ただし、点 D の y 座標は点 A の y 座標より大きいものとする。この時、次の問いに答える。点 A、点 B、点 D の座標をそれぞれ求めよう。はい、ここで、正方形というのと、この線分 AB が X 軸と平行というのは、これが関わってきます。これまず、線分 AB、これが X 軸と平行ということなので、ここからこの A と B のこの Y 座標が同じだなというのがわかります。D と C もこの AB と平行になるわけですから、つまり X 軸と平行になって、この D と C の Y 座標も一緒になります。で、そして、この DACB というのは、これは、この X 軸に平行な直線に、これ垂直に交わっているわけなので、点 D の、X 座標は、点 A の X 座標と同じになって、この点 C の X 座標は、点 B の X 座標と同じになるというのがわかるわけです。はい。で、この関数 y イコール x2 乗という式が与えられてますので、もうこれだけで、この3点の座標は、異なりますね。点 A の座標、x 座標がマイナス3ということなんで、y 座標は x の2乗だから、マイナス3の2乗で9。点 B は、正方形で、この A と B のこの y 座標一緒なんで、この x 座標は、ここの距離とここの距離が同じになるということになりますので、これ x 座標は3というのは、で、y 座標は、この A と同じ9です。はい。で、点 D、これ、x 座標は点 A と一緒ですから、マイナス3。で、これ y 座標は、どうなるかというと、この A から y 軸まで、B から y 軸までが、これの距離が3ということになるので、これ正方形ですから、この辺 AB と辺 AD 長さ一緒ですから、ここの長さは6ということになります。ということなので、点 A、この y 座標9から6上に行ったところなので、ここは15というのがわかります。はい、これで OK ですね。はい、じゃあ次行きます。直線 AE の式を求める。これ問題で、点 E の座標が与えられています。で、これ0、21と、マイナス3、9を通る直線ということなので、2点間を通る直線の求め方はいろいろありますけど、この場合は、x が0の時、y が21というのが分かっているので、この y イコール ax プラス b の、この b のところが、切片、x イコール0の時の y の値なので、この b のところは21というのは分かる。で、あとはこの A の傾きだけです。傾きは、一次関数の場合は、これは変化の割合、ですね。A がこれ3増えて、Y が21マイナス9で12増えてます。
3増えて、12増えるということなので、変化の割合、これは、x の増加量分の y の増加量ということで、これで4というのがわかります。はい。ということで、この AE の直線の式は y イコール 4x プラス21となります。次、また関数 y イコール ax2乗。A は線の定数のグラフがある。丸2のグラフ上に2点 PQ を点 P の x 座標がマイナス4で線分 PQ が x 軸と平行になるように取る。点 P が直線 AE 上にあるとき A の値を求めよう。点 P が直線 AE 上、2点 PQ を取って、2点 P が直線 AE 上にあるということなので、この PAE が一直線に、これ並んでる状態。はい。こんな感じの、状態。はい。こんな感じの状態に、なっています。そして、点 P が直線 AE 上にあるとき、A の値を求めよう。これ直線 AE の式は、これ前の問題で y イコール 4x プラス12というのが分かった。ね、y イコール x プラス12が 4x プラス21というのが分かっています。で、点 P が直線 AE 上にあるということは、この点 P というのは、この 4x プラス21、これと、この ax2 乗、これの y 座標がこの一致するところにあるということになります。で、ここで点 P の x 座標がマイナス4、ということなので、この y イコール 4x プラス21の、この直線上にありますから y 座標は、ここにマイナス4を入れてあげて、4× マイナス4プラス21ということなので、この点 P の座標は4、マイナス4、5というのがわかる。そして、これ問題は A の値を求めることですけど、y イコール ax2 乗なので、この y イコール ax2 乗の、この y に5を代入して、この x にマイナス4を代入してあげると、5イコール a かけるマイナス4の2乗ということなので、16a イコール5となりますので、これで a イコール16分の5と求まります。はい、最後の問題いきます。a イコール4分の3とする正方形 ABCD の面積は S、正方形 ABCD と三角形 EPQ が重なっている部分の面積を t とするとき S 対 t を最も簡単な整数の比で表せ。これ、a イコール4分の3という時点で、一つわかることがあります。これ、4分の3というのは、16分の12なので、この16分の5よりも大きいです。この丸1のグラフの y イコール x2 乗の2乗に比例する関数のこの比例定数の分 y イコール x2 乗だと、比例定数は1ですけど、その1は16分の16なんで、この16分の12、4分の3というのがこの間にあるということなんで、まず大体グラフの形がこれでわかります。この丸1、と、この丸2の、a イコール16分の5の時のこの丸2とのこの間にあるというのがわかる。で、求めるのはこの三角形 EPQ と ABCD が重なっているところ、ということですけど、この P の座標、これは、このグラフが y イコール4分の 3x ですから、この点 P の座標もわかります。点 P の座標はこれ、x イコールマイナス4ということなので、y イコール4分の3かけるマイナス4以上ということで、y イコール10で、つまり、はい、ということで、この P の座標はマイナス42。で、この Q の座標は42というのがわかります。マイナス42、42というのはこの AB よりも Y 座標がちょっと大きいところにあるので、この求めたい図形の面積、この T の面積というのは、このね、この四角形、ここからこの左上のちっちゃい三角形を取り除いたこの図形、この図形の2個分ということになります。はい。で、じゃあ、この図形の面積を求めるの必要な座標を、ちょっと一個ずつ確認していきます。この AT と
PQ が交わるこの点を、F とします。で、PQ と Y 軸が交わるこの点を、G とします。DC と Y 軸が交わるこの点を H とします。この CD と EP が交わるこの点を I とします。この AD と EP が交わるこの点を J とします。四角形 DFGH。これは DF×FG です。で、DF が D の Y 座標が15、F の Y 座標が12なので3。で、FG は F の Y 座標がマイナス3なので、この FG の長さも3ということで、四角形 DFGH の面積が9となります。でそして、三角形、IDJ。ややこしいですけど、三角形 IDJ。これの面積が、IT かける DJ かける2分の1。で、この ID が、この I の Y 座標は、15というのは分かってますけど、X 座標が、ちょっとこれ、直線の式を使って、求めないと、わかりません。そこで、まずこの EP の直線の式を求めます。EP の直線の式は、これ点 E0、21を取るので、切片は21って分かってます。で、傾きが、P4、ここから、x イコールマイナス4、y イコール12から、x イコール0、y イコール21に、増えていて、x の増加量が4。で、y の増加量が12から21ですから9ということで、y イコール4、9x プラス12。これに先ほどの i の y 座標の15を代入すると、4分の 9x イコール、これでマイナですから、x イコール、負ける9分の4、x イコールマイナス3分の1。i の、x 座標がマイナス3分の8というのが分かったので、この ID の長さはマイナス3分の8、マイナス3。で、DJ、この J は X 座標が、これ J のy 座標は、x 座標がマイナス3というのが分かっていますので、y イコール4分の9かけるマイナス3プラス21ということで、y イコールプラス4の84。y イコール4分のということで、DJ の長さは、D の y 座標が15ですから、15マイナス457にかける2分の1。はい。ということで、結局のところ、これが3分の1 4分の3かける2分の1となるので、8分の1。で、この DFGH から、この IDJ を引いたのがこのね、画面でこの紫に塗ってあるところの面積で、この求めたい t というのはこれの2倍になりますから、9-8分の1かける2で、8分の71かける2から4分の71。で、S の面積が AB6 センチ、AD6 センチで36なので、S 対 T は36対4分の71。両に4倍して S 対 T イコール144対71となります。はい。なんかね、すごい数字ですけどね。こういうすごい数字が、出てきた場合は、まあ、チェックするポイントとしては、この EP の、この関連するね、この直線の式が合ってるかなっていうのだけ確認すれば、大丈夫かなと思います。この EP の直線の式、この I と J のこの座標ね、これだけ確認してれば、ものすごい数字出ましたね。これでも、ね、自信を持って回答すればいいかなと思います。はい。はい。ということで、令和6年度福井県立高校入試大問4の解説でした。今日もここまでご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。